こんにちは、サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本ヴィンテージサックスを紹介する、ヴィンテージサックスコレクションズ、ということで今週もまた珍しいサックス紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで今回紹介する、ヴィンテージサックスはこちらです。マーチンのザ・マーチンというですね、モデルになります。まさにね、マーチンというサックスアメリカのメーカーだったんですけれども、マーチンのですね、代表する、モデルの一つですね。今日は、こちらをですね、掘り下げていきたいと思います。また、3つのトピックに分けて、お届けしていきたいと思います。本当にね、いろんな思いがね、この詰まった、サックスなのかなというところもあるので、そのあたりも含めて、紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい。では最初のトピック、ハンドクラフトに次ぐ、新モデルということで、ちょっと音色最初行ってみましょうか。なんかね、力強いっていうか、すごい芯があるような、サウンドですね。なんか太いような、まさにね、すごいなんか、ザ・アメリカンサックスっていう感じがしますね。こちらですね、マーチンのザ・マーチンというですね、モデルなんですけれども、ハンドクラフトモデルっていうのが今までロングセラーでマーチンは出してたんですよね。で、それに次ぐ、新しい、モデルとして、ザ・マーチンというのが出てきました。大体1945年から71年くらいまで製造されてましたかね。で、マーチンって、実は、これまでね、オフィシャルミュージックマンとか、あとマグナっていうのも、紹介したんですけども、これもザ・マーチンの、モデルの中のものになりますね。で、まさにね、本当に何でしょう。実際のところ、マーチンのメーカー自体が最後に作った、代表するモデルかな。そういったところがあります。なんでね、いろいろ構造的なところも、ぜひ掘り下げていきましょう。はい、次のトピック、一から、再設計された構造、ハンドクラフトモデルと比較してみようということで、今日はですね、こちらの、マーチンとその前のモデルのハンドクラフトモデル、今日はコミッティ2かなを、ちょっとね、もう見ていこうかなと思います。こっちがね、前のモデル。ハンドクラフトモデルですね。で、ハンドクラフトモデルからのやっぱりね、大きな変化は、ネックのね、部分かなというところです。このネジの部分が。今まではね、こっちのサイドについてたんですけども、ここの正面に来るようになりましたね。で、これってね、結構今のない構造なんですよ。ほとんどはみんなこの横締めなんですけど、こう前で止めるという、本当になんかマーチの特徴的な止め方かなというところがありますね。で、特にあとは、この親指なんかのね、ところもね、ちょっと結構僕は気に入ってて、ここね、真っ平らなんですよ。こういったところがね、結構また新しく構造上ね、考えられているなと。マーチン自体がね、もともとここが平らな感じにはなってたんですけれども、ここがね、少し広くなって押しやすくなりましたね。で、あとね、キーガードなんかちょっと見ていってみようかなと思うんですけども、これもね、だんだんこう、なんでしょう、ワイヤーがこう丸みを帯びた感じというか、このね、少しここがね、結構真っ平らになったんですよ。これまで少しね、こうちょっと出っ張るような、形がしてたりしてたんですけれども、そういったね、変わりもあるかなと。あとね、見てみると、あとテーブルキーかな。ここなんかもね、結構角張ったりとかいろいろ形が、ここで違ったんですけれども、こう少しこう丸い円形状に、こう少し小さくなりましたね。でもこれによっていろいろこの辺りのこのつながりっていうのかな。この辺りはでもなんかすごく動かしやすくなったんじゃないかなと思います。こういった形で、ハンドクラフトからこうマーチン、ザ・マーチンという形で、また新たにですね、こう刷新した形というので、マーチンはこう作ったモデルなんじゃないかなと思います。はい、最後のトピック、現行との違いということで、すごいね、僕的にはなんか、普通のモデルよりちょっと軽いような感じを僕はしますね。で、結構ね、やっぱね、音がね、先ほど聞いてもらった通り、結構ね、こう、芯のあるというか、パワフルなサウンドがしてます。なかなかこういう鋭いサウンドって、なかなか現行の今の楽器では結構なかなか出せないんじゃないかとは思いますよね。で、いろいろね、まだまだちょっとこう、吹きづらい点はもしあったりはしますけども、でもこのテーブルキーとかも改善見られたりして、なんでしょうね、昔のヴィンテージほど吹きづらいなっていう、そういった印象はないかなっていうところです。なんで、本当ね、素敵な、なかなかこう、なんでしょうね、あんまりこう、有名なところではないかなというか、その、セルマーとかと比べるとですね、ですけども、本当にね、素晴らしい名機ですよね。
はい、ということで、最後に、こちらのサックス、ザ・マーチンを使って、ジャズのスタンダード、ムース・ザ・ムーチをお届けしていきます。パワフルなサウンド、ぜひね、楽しんでいただけたらと思います。ぜひ聴いてください。いかがでしたか？こちらのパワフルなサウンド楽しんでいただけたんではないでしょうか。この動画が良ければぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてですね、こちらのザ・マーチン、何かご質問などがあればコメント欄の方に、寄せていただけたらと思います。こちらね、あとまたレンタルなんかもやってますんで、ぜひヴィンテージサックス挑戦してみたい方はですね、ぜひヴィンテージサックスコレクションズの、ホームページからも写真なども載ってますんで、ぜひそちらもご確認ください。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤーの熊谷俊でした。